今日は素ので BPM200 以上の曲を作る。いくつかのプロンプトを紹介するよ。まず最初に断っておきたいのは、あまりにも速いテンポを人間は理解できない。今流れている BGM は BPM250 の16分ドラム、つまり BPM1000 と解釈できる曲だけど、まあわけがわからないよね。今日はこんな曲ばかり作るから注意してね。人間はテンポ BPM を心拍数、つまり脈拍で理解しているという説がある。だから脈拍にない BPM200 以上のリズムは普通の人間には理解できないんだろうね。さて、それじゃ本題に入るよ。素ので高 BPM 曲を作るにはどうするか。テンポを上げるプロンプトには上限がある。 BPM200 を超える曲はかなり作りにくい。でも BPM200 以上の音楽ジャンルはある。そのジャンルをプロンプトにすればいいんだ。グラインドコア、スラッシュメタル、そしてワルツ。今回はこの3種類のプロンプトを解説するよ。ワルツと驚いた人がいたとしたら、ショパンの子犬のワルツを想像してみてね。速いワルツは4拍子では勝てないくらい速い。まあともかく実例を聞いてみようか。この3種類のプロンプトを単独で入れて、どんな曲が生成されるか確かめてみよう。BPM200 以上の速さを持つ音楽ジャンル、3種類のプロンプトを聴き比べてもらったよ。グラインドコアは主に BPM230、270になる。安定して高 BPM 曲を作れるプロンプトだね。スラッシュメタルは BPM 的には速くない。でも安定して16分でドラムを刻めるんだ。ワルツは速い曲のプロンプトではないけど、4拍子ではたどり着けない BPM に到達できる。人間は速すぎる BPM の曲を聴くと BPM を2分の1倍にしてしまう性質がある。 BPM300 は速すぎるから BPM150 で聴こう。人間の耳は自然にそう修正するんだ。しかしこの修正は3拍子では無効化される。理由はすごい単純な算数の話だよ。4拍子は2で割り切れるけど3拍子は2で割り切れないってだけ。3拍子の BPM300 の曲をBPM150 の曲として聴くことはできないんだ。さて、それじゃ今までの内容を踏まえて素ので最速 BPM の曲を作る方法を考えよう。今まで解説した通り、高 BPM の曲はそもそも人間が理解できるテンポじゃない。だから高 BPM 曲の BPM は一般的に1分間に何回ドラムが鳴るかで決まってる。この計測方法だとスラッシュメタルが強い。BPM200 の16分ドラムは BPM800 相当だ。グラインドコアとスラッシュメタルを混ぜて BPM250 で16分が出せれば BPM1000、 ワルツで4拍子の枷を破ることでさらに上の BPM が出せる可能性もある。じゃあ実例を聞いてみようか。単純に速度だけを追求してしまうと似た曲調の曲が延々と続くことになるから。
BPM1000 以上の条件は満たした上でどこまで曲調を変えられるか挑戦してみたよ。うまくいったかどうかはそもそも人間が理解できないリズムだから。ということで最速を目指してみたよ。これが何かの役に立つかというとグラインドコアの BPM 上昇は他のどのプロンプトよりも強いからうまく混ぜれば面白く使えるかもね。9割以上はうまく混ざらないけど、でも特に意味もなく最速を目指す、そんな日があってもいいんじゃないかな。それじゃまたね。